ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えてあれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者と仰せられるのであるから、真実の信者を目指さねばならぬ。それには最低の自分を発見することである。一切がおかげの実感がしみじみと湧いてくる。最低の自分を発見することであると教えてくださいます。その最低の自分、自分というものを発見することだとまずは言えるのではないでしょうか。自分がどういう存在であるのか、まずそこがわからねばならない。そういう意味において今朝は大変ある意味厳しいことを教えていただきました。それは人間の思い違い、考え違いのまず第一がどこにあるのか。特に人間と神様との間柄というのでしょうか。どうしても私どもは困った時の神頼みというそこから抜け出せないことが多いですね。そこが始まりになるような感じがいたしますね。これは私どもにとってはですね、困ったことが起こってきた。神様にお願いして助けてもらおうというのが信心の始まりではあるわけですけれども、その神様に祈る、神に祈るといえば聞こえはいいのですけれども、現実人間がしていることは神を使っていることだと。神を使おうとしている。神を困った時にその困ったことから助けてもらうために神を使おうとする行為だと。何というのでしょうかね。いわば便利屋のように使っていると。何か困ったことが起こる。その困ったことが起こったことを解決してもらう。その便利屋のように神を使おうとしているのが人間の現実の姿だと。神に祈るといえば聞こえはいいけれども、その現実は神を便利屋として使う。そういうふうなことをしているのだと。これがまず人間の思い違い、考え違いの第一だと。人間は神の存在というものをある意味において人間の難儀を解決してもらうというのか、そのためにあるいはその難儀の元としてというのでしょうか、神様が何かしておられるといったような、その人間の幸せのために神を使うというのでしょうかね。人間がある意味神を生み出したというように思える節もあるけれども、それは間違いだと。むしろ神様の方が人間を生み出したのだと。神様の方が人間を使うために生み出したのだと。神様の方が先なのですね。それを人間は勘違いして、
神様をそれこそ自分の願いを叶えてもらうための便利屋として神を使おうとしている。ここがまず第一の私どもの勘違い、気づかねばならないとこなのだということなのですね。むしろ神様が何かのために人間を作り出された。それは人間を使おうとして、神様の方が人間を使おうとしておられる。それが本当なのだけれども、人間はついつい神様を便利屋のように使おうとしている。そういう考えがまず第一の考え違いだということなのですね。私どもが何のためにこの世に生を受けたのか。それは神様のお役に立つ、神様に使うてもらうことのためにこの世に生み出されたのだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。